動画をご視聴いただきましてありがとうございます。B ダッシュです。まずはね、動画の内容に行く前にですね、前回の動画投稿時の登録者数が80人で、現在ですね、5月10日時点での登録者数が166人ということで、100人ね、突破いたしました。登録していた皆様ありがとうございます。今後もね、マイペースはありますけれども、動画投稿していただきますのでよろしくお願いします。それではね、今回の動画の内容なんですが、初心者が最速で上達するボット打ち練習法ということでですね、最近ランクマッチのウィスパーで YouTube 見てますとかコメントでもね、練習参考にしてやってみますという言葉をいただくんですけども、練習ですぐ思いつくのがボット打ちだと思うんですが、このね、ボット打ちに関して今日は自分の経験をもとに効率よく上手くなるために、悪い癖をつけないために絶対にやってはいけないことと意識した方がいいことを紹介していこうと思います。それではね、この内容を解説するためにトレーニングファシリティの方に行ってみようと思います。それではトレーニングファシリティに来ました。この的をボットとね見立てて、まずはね絶対にやってはいけない打ち方っていうのをやってみようと思います。それがですねこちらですね。棒立ちで射撃をするということですね。でこのね、なんで棒立ちで射撃するのが良くないかというとですね、3つあるんですけども、1つ目は自分がね棒立ちしているということで、敵からしたらね弾を当てやすい、自分がね被弾しやすい状況にあるということですね。で2つ目がこのね、棒立ちで射撃してるだけではエイムアシストがかからないということがあります。で3つ目なんですが、射撃中に敵に意識が行き過ぎて周りが見えなくなってしまうという、この3つのデメリットがあります。ではね、この悪い癖をつけないために普段のボット打ちからね、どういう風にボットを打っていけばいいかというと、それがですねこちらですね。射撃しながら、左スティックの入力をしてボットを打っていくということですね。でこのボット打ちの時に左スティックの入力をしながら射撃していくと、何がいいかというと、まず1つ目はメリットなんですが、被弾しにくくなるということですね。当然棒立ちで打っているよりもこうやってね横移動しながら打っていた方が敵からしたら弾が当てにくくなります。でさらにね、自分が上手くなって先々上級者と戦っていくってなった時に、さらにね被弾しにくくなるためにこんな感じでねジャンプ打ちをするっていうことも、覚えていく必要があると思うんですけれども、このねジャンプ打ちができるようになる時も、普段からね棒立ちで射撃してると、ここからねジャンプ打ちしようと思うと横入力とジャンプっていう2つの動作を入れないといけないんですけども、これがなかなか難しいです。なので普段から横移動しながら打つ癖をつけておくと、ジャンプ打ちもね、覚えるのが簡単になりますので、今のうちからこのね横入力を入れながら射撃するっていう癖をねつけていくといいと思います。で2つ目がエイムアシストがかかるようになるっていうことなんですけども、これはね知ってる方もいるかもしれないんですけども、棒立ちで打っているだけではエイムアシストはかかりません。でエイムアシストをかけるためには左スティックの入力っていうのが必要になるんですけれども、このねエイムアシストをかけるために左スティックをどれだけ倒しておけばエイムアシストがかかるのかっていうことなんですけども、海外の、検証動画の方でですねあったんですが、スティックの 23% 以上倒さないとエイムアシストはかからないそうです。それはどういうことかっていうと、ですね、このデッドゾーンの方で説明していきます。まずはね、デッドゾーン0のスティック最大100にした場合、一番ねしっかり倒すとこれで、入力値が 100% ですねあるんですが、半分で50でさらに半分4分の1で、25% ということで、4分の1程度倒さないとエイムアシストはかからない仕様になっています。エイムアシストをかけるっていうことを意識するためにも左スティックの入力っていうのはとても大事になります。そして左スティックの話からは少し脱線するんですけれども、最近ね X の方で右スティックのデッドゾーンを少し上げたらエイムアシストの感覚が良くなったっていう書き込みを見て、海外のね動画を少し調べてみたんですが、アメリカのね CDL プロリーグの1チームアトランタフェイズのクロウダーさんっていう、ヘッドコーチの方と、あとはねオプティックテキサスの2024年現在プロでね活躍されているダシー選手、このお二人が YouTube の動画でね右スティックのデッドゾーンを3より下げるとエイムアシストの感覚が悪くなる感じがするっていうのをね、見て、
僕もね、前回の動画、デッドゾーン1だったんですけども、デッドゾーンをね、3に上げてみて試してみたんですが、少しね、エイムアシストの、かかりが良くなるっていうよりは、かかったエイムアシストが外れにくくなる感覚っていうのがあったので、ちょっとね、エイムアシスト、あんまり恩恵感じてないっていう方は、右スティックのデッドゾーンもね、少し調整してみるといいと思います。2つ目はね、エイムアシストをかけるために左スティックの入力をしながら射撃する必要があるというお話でしたが、3つ目なんですけども、このね、ボット打ちの最中に左スティックの入力をしながらね、打つことで、不思議と周りにもね、意識がいくようになってきます。で、これでね、何がいいかっていうと、例えば、こうやってオブジェクトの向こうに敵がいたとして、打ち合っていた場合に、相手がね、上手くて自分が激色になった場合に、打つことだけじゃなくて、やばいと思ってこうやってね、一旦、伏せてね、退いたりとか、あとはですね、横から撃たれてるとき、ここ、車線通ってますね。こうやって撃ち合ってるときに、横から撃たれて、やばいと思ってこうやってね、避けながら射撃をしたりっていう風にね、それがね、不思議とできるようになります。ぜひね、普段のボット打ちの時にね、左スティックの入力をしながら、ボット打ちをするっていうのを意識してみてください。それで、今言った3つのメリットがあるんですけども、日本だと、ちなみにですね、レレレ打ちって言って横移動の打ち方。で、海外だと、ローテーションエイムアシストっていう風に言われて、スティックをぐるぐる回しながら打つことを勧めています。で、この2つの打ち方、どっちがおすすめかっていうところなんですけども、それはね、状況によって変わってきます。これね、開けた場所、オブジェクトのない場所だったら、被弾を避けるために、ずっとね、片方に横移動する打ち方をおすすめします。開けた場所での横移動なんですが、左から右に切り替えたり、右から左にスティックを切り替えると、一瞬だけ 23% 以下のスティックの傾きになるので、その一瞬の間にちょっとね、エイム外れやすくなります。で、敵がね、ジャンプ値とかね、してきたり、そういうね、被弾を避けるためのキャラコンをしてきた時に、その一瞬でエイムアシスト外れることがあるので、こういうね、開けたところで打ち合う場合は、片方に横移動しながら打つことをお勧めします。で、慣れてきたらね、ジャンプも混ぜるとさらに弾はね、避けやすくなります。海外のローテーションエイムアシストの場合っていうのは、こういうね、オブジェクトで隠れてて、こういうところでね、ずっと横移動すると隠れちゃうので、敵から。こういうところで、ぐるぐる回りながら、撃っていくと、オブジェクトに体を隠したまま射撃できるので、こういうところではね、海外のプレイヤーの言うローテーションエイムアシスト、左スティックを周回運動させながら撃っていくといいと思います。あとはですね、ちょっと場所は変わりましたけど、例えばこういう、インベージョンだったら、こういうね、タンク上とか、足場があんまりないけど、こういうね、頭出しで、相手から打ちづらいポジションにいる場合っていうのは、これね、ぐるぐる回ってると、落ちる場合があり得るので、こういうとこで打ち合う場合は、左スティックを前に倒したまま打ち合うというね。今、動いてないですけども、左スティックを倒していることで、エイムアシストがかかる状態になるので、これね、足場が狭いところでは、オブジェクトの方に左スティックを倒しておいて、射撃するっていうことも重要になってきます。で、今回は初心者が最速で上達するためのボット打ち練習法ということで、射撃中はね、左スティックの入力を入れましょうというお話だったんですが、本当にね、こんな単純なことで変わるのって思う方いるかもしれませんが、これがね、無意識にできるようになってくると、本当にね、打ち合い変わってくると思いますので、ぜひともね、やってみてください。ということで、本日の動画はこれで終了になるんですけれどもね、参考になったという方はぜひとも高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回もね、自分の練習の経験をもとにね、効果があった練習法っていうのを紹介していきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。本日は動画のご視聴ありがとうございました。